こんにちは、オナです。今回は浅草駅から出発しました。特急リバティと東武鬼怒川線で日光江戸村へ向かいたいと思います。東武ワールドスクエア駅からバスに乗る予定でしたが、電車に忘れ物をしてしまったため間に合いませんでした。天気も良かったので歩いていくことにしました。これは鬼怒川で有名な大樹という蒸気機関車なのですが、たまたま見ることができました。ワールドスクエア駅から日光江戸村までは歩いて20分ぐらいみたいです。綺麗な風景がたくさん見れたので結果オーライです。入り口から江戸感満載です。緑のパンフレットにイベントスケジュールが書いてあるので、行かれる方は要チェックです。この時空というお店では江戸時代の衣装をレンタルできます。種類がたくさんあって悩みました。私は武家娘に変身しました。江戸の住人になった気分になれてテンションが上がりました。アイスキャンディー。美味しそう。美味しそうじゃない。いちごミルクだって。暑かったのでアイスキャンディーを買っちゃいました。いちごミルクを買いましたが、さっぱりしていて食べやすかったです。こちらの山くじらでは焼きたての串焼きが食べられます。炭火のいい匂いがして買わずにはいられなかったです。私は大串焼き鳥と山くじら焼きを買いました。大串焼き鳥はタレか塩かを選べて、山くじら焼きは味噌だれでした。次は手裏剣の体験場へ来ました。的の中に当たったのは5個中1個でした。この龍谷亭というお店ではいろいろな軽食があって、佐野名物の芋フライが好きなのでじゃがいも串を買ってみました。外はサクサク、中はホクホクで美味しかったです。改めて見ると桜が散っていてとても綺麗ですね。食べ終わってからまだ数分ですが、すぐお昼にしちゃいました。気をつけてください。こちら桜のお塩になってます。気をつけて召し上がります。はい、ありがとうございます。美味しそう。江戸といえばということで、江戸かき揚げせいろにしてみました。
お蕎麦はシンプルな江戸前蕎麦で、かき揚げは旬の桜エビとたけのこがゴロゴロ入っててとても美味しかったです。お塩も桜塩でとても春を感じました。日光江戸村に来たらぜひ見たい花魁道中を見に来ました。間近で見られる花魁さんはとても綺麗で口が開きっぱなしでした。綺麗すぎて見とれてしまいましたね。少し疲れたので茶屋で一休みしていきました。私はクリームあんみつと水出しコーヒーを注文したのですが、あんみつのアイスはバニラと抹茶が選べて、コーヒーもホットかアイスを選べました。あんみつにはわらび餅や串団子も入っていて、ボリューム満点で大満足でした。超美味しい。抹茶のアイス大正解。超美味しいこれ。武家娘でいられるタイムリミットが来ちゃいました。現代の洋服に着替えましたが、閉園までもう少し遊んでいきたいと思います。次は弓矢体験に挑戦しました。江戸にも電子決済が導入されていましたよ。くれぐれも紐には絶対触りません。はい。封を横にして指2本で棒だけつまみます。これです。わかりますね。大丈夫です。5本中2本当てることができました。景品でクリアファイルもらっちゃいました。ようござんすね。参ります。最後に鳥羽で班長と枠を体験しに来ました。5回チャレンジできて、この回は班にかけています。はい、長班で揃いやした。勝負ぐずるの長でございます。結果は長でした。残念。外れてしまったので札は回収されました。はいはい、こちらを。はい、どうぞ。そろそろ閉園時間なので名残惜しいですが帰りたいと思います。最後にお土産屋さんに寄りました。日光江戸村のキャラクターのヤンマゲさんのグッズがたくさんありました。ちなみに私はおにぎりケースを買っちゃいました。本当に江戸にタイムスリップしたみたいでとっても楽しかったです。1日目は鬼怒川で1泊して、2日目も日光を観光していこうと思います。日光2日目の朝です。鬼怒川から東武日光駅へ向かいます。バスに乗ってまずはじめに中禅寺湖へ行きました。天気は曇っていましたが開放感がありました。中禅寺湖が見えるお店でお昼ご飯を食べることにしました。
天丼も注文しましたが、大きなエビが2尾も入っていても最高でした。我慢ならずに手の手がナスとねエビが2匹でか寂しみすぎてない。夜前に一口食べちゃいました。行った日から漁が解禁されてニジマスの塩焼きを食べることができました。これはラッキーでしたね。虹って書いてあって次は中禅寺湖を一周する遊覧船に乗ります。一周約1時間のクルージングを楽しめます。オフシーズンのため1階は貸し切り状態でした。このクルージングでは中禅寺湖周辺の観光施設を解説しながら回ってくれます。近くに華厳の滝があるので中禅寺湖から歩いて向かいました。あ、何湯葉コロッケって何？湯葉コロッケ。チケット売り場周辺にはたくさん売店があって、ご飯食べたばっかりだったのにもうそそられてしまいました。あ、ここだ。五平餅売ってるよ。あ、湯葉コロッケも売ってるよ。甘酒も売ってるよ。ちょっと帰りに行きましょうか。滝にはここでチケットを買ってからエレベーターで向かうようです。大人2人お願いします。約100メートルから落下する滝は圧巻です。マイナスイオン浴び放題でした。次はバスと徒歩で日光東照宮と輪王寺へ向かいました。先に輪王寺を見学しました。輪王寺の方がお線香の片付けを見せてくれました。世界遺産では火がある状態では閉められないので、完全に燃やす必要があるみたいです。細かく説明してくれて神対応でした。赤の本殿もとっても立派ですね。本堂の中は撮影できませんでしたが、仏像様や観音様がたくさんいらっしゃいました。日光東照宮は輪王寺のすぐ隣にあります。入り口では五重塔が早速お出迎えしてくれました。下から見た五重塔は想像以上に高くてびっくりしました。売店で大福が売っていました。ラスト1個でした。ずんだあんぎっしりでとても美味しかったです。
それでは中に入ります。わあ、早速かの有名なサンザルが見られました。この猿たちは人間の一生を表しているそうです。これは当時想像で描いた像だそうです。よく見ると本物の像と少し違いますよね。私はマンモスに見えました。表面門は間近で見ると一段と装飾が豪華で綺麗でした。外にあったこれは何でしょうか。知ってる方がいたら教えてください。次は眠り猫を見に行きます。長い長い階段を登って頂上に着きましたが、眠り猫はいませんでした。眠り猫はもう通り過ぎてしまっていたみたいです。あ、もう出たかな。そこかな。眠り猫そこだ。ようやくお目にかかれました。意外とちっちゃかったです。無事眠り猫も見られたので、東武日光駅へ帰ります。じゃじゃん。揚げ湯葉まんじゅう。揚げ湯葉まんじゅう。上がってるってこと？揚がってる。湯葉をそのまま揚げたの？湯葉が入ったおまんじゅうを揚げてる。揚げ湯葉まんじゅうを買いました。揚げたてサクサクでとっても美味しかったです。あと5個は食べられますね。あっという間の2日間でした。今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。